今日もやってまいりましたということで、今日はですね、山形県の美味しいラーメン屋5選ということで、山形を今日は持ってきましたよ。レベル高いですよね。レベル高いでしょ。レベル高い。でもですね、まだまだですね、我々2人は駆け出しの YouTuber なんで、ぜひですねチャンネル登録をして応援していただければと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日は山形ですよ。山形はね、ラーメン大国だからね。なんでなんですかね。有名なとこ、美味しいとこ多いですよね。多いんですよ。だからね、この5選はね、俺も非常に悩みました。それでは山形のねちょっとわけわかんなくなっちゃった。ごめんわけわかんなかった。俺もわかんなかった。それでは、1軒目から行ってみたいと思いますけれども、南陽市にあります龍上海さんでございます。ですよね。ここは言わずと知れた名店ですよね。わかるよね。ここはね、昔ラーメン博物館に入ってたぐらいの有名なお店ですからね。もう山形といえば龍上海と言っても過言ではないと言われるぐらい間違いないですね。全国的に有名になったラーメン屋さんです。上の辛味噌っていうんですか、あれ。後で言うんだよ。後でなんでお前今言った。知ってるものは言いたがる。バシだよ、バシバシだよお前。でね、ここは昭和33年からやってる。多分現在の店主の方は3代目の方が今やってらっしゃるだろうと。なぜこの龍上海さんの辛味噌ラーメンが生まれたか。どうやって生まれたんですかね。これ実は最初は醤油ラーメンのお店だったって言われてる。本当？そうだけど、毎日スープが残っちゃうわけよ。そのスープを家に持ち帰ってスープで結局味噌入れれば美味しい出汁が出た動物系と魚介系のそのお味噌汁になると。お味噌汁になるじゃん。でそれで作ったところに唐辛子を入れてみたら意外と美味しいじゃんというところから辛味噌ラーメンは生まれたって言われている。すごいですね。で先ほどこのバシーのやつが言ってしまった辛味噌ね、味噌汁ラーメンって言われてるラーメンの真ん中に辛味噌が乗ってるわけです。それを溶かしながら食べていくっていう風に食べ進む。なるほど。そこが特徴のラーメン屋さんでございますと。海苔なんか乗ってましたっけ？あ、そうそうですよね。ごめんかつチーンそれ言うの忘れてたよーって。某なんとか味噌の翔さんでも使われてるような。そうですそうです。東京のですね、某有名味噌ラーメン。超有名ですね。いや超有名味噌ラーメンって俺じゃねえかよ。そうですね。やめろ、全然有名じゃないわ。俺がやってる味噌ラーメン屋さんでもそれを参考にさせていただいたっていうね。でも青のりうまいっすよね。うまいのよ。ラーメンに青のりって美味しいのよ。なんかね、合うんですよね。磯の香りがして美味しいのよ。なんで龍上海さんはその青のりと辛味噌が乗ってるラーメンで、辛味噌はねもうニンニクがバッチリ効いてるからね。その後にねデートがある方はまあ要注意。一緒に行っていただくか。そう、一緒に行っていただくか。夫婦だったら一緒に食べれば大丈夫っていうね。で表面はね結構油が多く浮いてるから、でも最初は溶かさずにそのままいっていただいて、お味噌汁のラーメンをちょっと味わった後に少しずつ青のりと辛味噌をこうチャッとやって食べてってもらえたら、こう龍上海さんを楽しんでもらえるんじゃないかなっていうことで。やっぱりどう楽しんでもらうかって考えられてるラーメンが結果美味しいってことですね。そういうことでございますよ。ということで1軒目は龍上海さんでした。それでは2軒目、酒田市にあります満月本店さんでございます。ここは昭和35年からやってます。すごいでしょ。で今の店主の方は2代目の方って言われてるんだけど、こう田舎のラーメン屋さんの特徴でもあるんだけども、なんと席数は50席ぐらいある。そうでしょ。本当でお座敷なんかもあって、でね本当にあっさりしたラーメン。もう家族で行く感じですね。そうでもうね、中が透けて見えるねワンタン麺が名物なんですよ。ワンタン麺いいでしょ。聞いただけでうまそう。山形も寒いからさ、カズ寒いよって言いながらワンタンのピロピロの感じをやけどしながらあちって言いながら、でも外は寒いからっていうね。で飛び抜けてインパクトがあるとかっていうようなラーメンではないの。ここはバランスが非常にいいから、そのインパクトにあるラーメンにも負けないそのラーメンが出来上がってる。なるほど。で酒田はね、ほとんどのお店が自家製なんで、ワンタンも自家製が多いんだけれども、でいつも俺はチャーシューワンタン麺を欲張っちゃった。欲張っちゃって、めちゃめちゃお腹いっぱいになるよ。なるほど、素晴らしいね。ここはラーメン屋さん
なるほど。はい、だからぜひここも行っていただきたい、はいということで2軒目は酒田市にあります、満月本店さんでした、はい。さあ続きまして3軒目でございます、はい。3軒目はですねおーいっていうけんちゃん。あ、分かっちゃったけんちゃんラーメンだよーっていう感じ。ちょっとそれ元が分かんないから突っ込めないな。昔 CM やってたの知らない？おーいけんちゃんラーメン新発売だよって CM やってたの。夜7時以降はテレビ見ちゃいけなかっでふざけんじゃねえよお前まあそのけんちゃんラーメンの元になったラーメン屋さんた。なるほど。言われてはいない。あ、言われてないの？でも山形でけんちゃんラーメンさんって言ったらめっちゃ有名ですよね。有名ですよこれ、でルーツはね鶴岡の鈴木そばっていうところがあってそこだって言われてるんだけれども、はいそれがはい定かかどうかは不明。でも、けんちゃんラーメンさん食べたことないんですけど。ないんですよ。龍上海さんだけ。お前さ本当にで、いろんな方、けんちゃんさんはうまいよって聞くんですよ。俺もね初めて食べた時、はい。もうびっくりした。メニューは中華そばね、はい小普通大これだけで濃い口薄口油っぽく油抜きとかこういうのができるわけよ。で基本のメニュー構成はもうこんな感じになっていて今はチャーシュー麺ができるようになったらしい。なるほど。で麺がね二郎さんみたいな感じの麺で平打ちのちょっと縮れ麺、でスープは煮干しがバッチリ効いてで表面はラードでびっちりああ、なる盛られていますと。そして小を頼んでも普通の店のね大盛りぐらい麺入ってくるからとんでもない。だから本当に二郎さんにちょっと近い感じあるでしょ、なるほどっていうラーメンで最近ではねもう山形とか秋田とか青森などにそれぞれののれん分けのお店もできてるっていうぐらいのこれラーメン屋さんですから。これ知らなかった。すだかごいですね。らここは絶対数なんか行った方がいい。でまあ二郎さんもそうだけど、はい一気に食べないと食べきれないからなるほど。止まっちゃいけないですね。もう食べるんだったらもう喋ってないで一気に食えと。水も飲んじゃいけない系ですね。そう一気に食えと、はいで海苔が乗ってんだけど、はいその海苔もねまた美味しいのよ。海苔美味しいよ。あ、海苔屋さんの海紹介。苔屋さんの紹介いやいや岩崎にですねうち実は最近辻田のつけ麺屋さん海苔変えたんですよ、それでカズがそれを食べてうまいと思っこて。の海苔うまいから紹介してくれって言われてそうたださよくよく思ったんだけど、お前のとこって海苔のトッピングあんの？ないんで、始めようかと思って。なるほど、海苔のトッピング始めるのに紹介してくれって言ったの。そうそういうことか。でもいい海苔だったなあれ。うちの海苔いいでしょ。いい、あれいい海あれ美苔味しいね。あれいい海苔。それでもうはい麺もほんとわしわし系、癖になる感じですね。そうで自家製麺。あれは美味しいですね。はい、ということで3軒目は、はいけんちゃんラーメンさん、はいさあ続きまして、はい4軒目でございます、はい4軒目はですね、はい中華そば八千代さんでございます、はいでここの歴史とか修行先っていうのはちょっと俺の中では不明なんだけど、はいもうね行くともうでも歴史がある感じなんつうのかな、昔ながらの食堂の佇まいはい。ね、で油が一切浮いてないシンプルなラーメンですよ。でチャーシューも無駄な油をそぎ落としたもものしっとりチャーシューでございます。で具ももう本当に王道のラーメンですよ、はいチャーシュー、メンマ、ネギ、海苔、シンプルでしょ。シンプル。これをああいう山形に行って食べたらもうそれだけで美味しいじゃん。もう俺口の中が山形のラーメンになっちゃった。食堂の佇まいっていうのがまたいいでしょたまんないですね。たてかまんない。ぶっちゃけ俺今から行きたい。行きたい。山形まで車に何分かかるんだろう。今雪でやばいか。やばいっすよ。だって寒波来てるから関越立ち往生とかだったじゃないですか。そっか。カズのフェラーリでいけるか。いけるか。でも先輩のロールスロイスでもいけるんじゃないですか。俺はねロールスロイス持ってねえから持ってねえからやめろ。ということで、はい4軒目は中華そば八千代さんでした。はいさあ山形はい最後に鶴岡市にありますはい。琴野さんでございます。ははい、ここはですね、はいなんとですね有名なコンピラソーさんの店主から指導を受けたと言われているラーメン屋さんでございこます。れは行ってみたいですね。そうなんですよ。だからコンピラソーのコンから琴野ってきたのかなとかってちょっときっとそうっすよね。かなと思ってるんだよね、俺は。でここのラーメン屋さんの店主さんはもともとものすごいラーメン好きで、はいいろんなところを歩いてたらしい。その時に山形の有名なはいコンピラソーさはいんに出会ってでそこの店主に作り方を教えてくれってお願いをして、それで琴野さんは会議をされたと。なるほどでも意外とさカズ
そういうお店って失敗するところ多いじゃん、まあただ確かに作り方だけ教わってやってそんな簡単にラーメン屋さんってできるもんじゃないじゃん。そしたらみんなうまくいってみんなうまくいってよくいるじゃん、そういう人。ラーメンの作り方教えてよいや教えてもいいけどできねえよっていう。だけどここの店主さんはやっぱラーメン愛があったんだね、やっぱラーメンと向き合ってたんだ。だからそうやって教わっても自分が毎日厨房に立ってラーメンと向き合って、なるほどお客様と向き合うことによって今日の琴乃さんを作り上げたというお店でございます。でね、麺が選べたりする。実はまずはまあ普通のシンプルな中華そばを食べてもらいたいなっていう、で何とも言えないこう昔ながらのスープに柔らかいチャーシュー、ね、麺が合うんですよ。なるほど、それでもう毎日でも食べられそうな、本当にシンプルなラーメンなんだけどしっかりとしたこうボディもある。なるほど、だからコクがあってキレがあるみたいな感じで非常に美味しいラーメンです。なるほど、っていう感じなんだけど、まあ、数がね山形に行ったことがないからそろそろ山形のラーメン屋さん5選はここまでとしようかなということで、ここまで見ていただいた視聴者の皆様ありがとうございました。まだまだですね駆け出しの YouTuber なんでぜひ山形に行ってみようかなとか美味しそうだなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録とかコメントの方ぜひよろしくお願いいたします。本日もどうもありがとうございました。よい朝ということで面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。